ほなこ研究所の磯村です。今回は2005年ボードを紹介したいなと思います。何ぞやって話なんですけども、2005年当時にもしペダルボードを組むんだったらということで組み上げたボードとなっております。経緯としては友達からですね、ボード自体ですねもらった時に、せっかくだしちょっとエフェクターボードを組むかでね、なんかふとねこう頭の中によぎったのが2005年っていうねワードやったんですよね。2005年っていうのがね後で気づいたんですけども、いろいろ面白い年でして、今でもね結構売られている有名なペダルもその当時に発売されたりとかで、このボード自体も2005年じゃなければ組み上げることができなかったボードなので、いろいろね意味があったなと後になって感じました。いろいろペダル並んでおりますが、音の紹介だけじゃなくて使い方なんかもね紹介していこうかなと思っておりますので、音作りのね何か参考になれば幸いです。で、ギターはねストラトキャスターで、アンプはミュージックマンの RP65 で鳴らしていきます。で僕の場合ですが、このペダルボードでいうとブルースドライバーと DL4 ですね、これのダイナミックディレイのモードはもう常にオン、踏みっぱなしの状態で鳴らすのが基本のサウンドです。でバイパスサウンドからねちょっとその2つのエフェクトをかけていこうと思います。これが基本のサウンドですね。ブルースドライバーでクリーンクランチですね。ギターボリューム絞るとクリーンで、上げるとクランチするぐらいに設定しておりまして、ここに、DL4 のダイナミックディレイですね。ダイナミックディレイってざっくり言ったら弾いてる間はディレイかからずに音切った瞬間にディレイがかかるっていうね。元ネタですね、モデリングの元になっているのが TC の2290っていうね、2290みたいなすごい有名なディレイの名機があるんですけど、それをモデリングしたモードで、言ったらディレイもかけっぱなしで弾こうと思った時にこのディレイすごくいいですね。僕は好きで鳴らしています。つなぎ順で言うとギターから一番右のね黒いニックニトロって書いてるあれ、ファズとオクターファズがニコイチになったペダルで、ブルースドライバー入った後にアナログ1のコーラス MXR のフェイズ45ですね。でその後にこの水色のペダルですね、 PMB のバフ E945 っていう分なんですけど、これのインプットに入った時にセンドリターンから DL4 につながってます。で、各ペダルについてねまたちょっと音を鳴らしながら詳しく説明していくんですが、とりあえずねこのペダルボードで言うと今のこの945ってやつがバッファ兼ねてるんですね。でこっからアンプに行ってるんで、イメージとしてはちょっとアウトプットバッファー的な意味合いもあるんですけど、これ自体がねすごくよくできてて、バッファーサウンド自体もすごいこう力強いサウンドもしますし、かつ、ループワイバーですね、こう書いてる分でいうとこのセンドリターンにつないだ分の今だったら DL4 つながってるんですけど、これをねオンオフできるっていう分です。であとゲインブーストついてて、オペアンプベースだと思うんですけどもブースターもついておりますんで、このボードでいうと一番後ろアンプの手前に来てますんで、アンプがクリーンなアンプとかだったら全体的な音量をね調整できる、音量アップとかできるような仕様になってます。では使い方含めてちょっと紹介していきたいんですけども、ブルースドライバーは常時オンで鳴らす状態で、ここに対してですねこのニックニトロっていうペダル出てたファズとオクターファズ、いったファズフェイスとオクタビアがニコイチになったペダルですね。でもちろんファズとしても鳴らせるんですけども、僕他の動画でも言ってるようにファズフェイス系のペダルを使ってブースターっぽく使うとかセッティングよくするんですけど、このニックニトロの部分も同じようにしてます。で例えばギターボリューム10、ブルースドライバー踏んだままですね。でこのファズ側を踏みますとこんな感じでファズのサウンド、ギターボリュームが5ぐらいで踏みますとで7ぐらいにして踏むとで8ぐらいだったら
9ぐらいにしますと10。ブルースドライバー側でクリーンクランチ作ってはいるんですけど、そこに、ちょっとクリーンブースをかけたようなでちょっとキラッとしたねサウンドになったりとか、徐々にギターボリュームを上げていくと歪み量を足してってくれるみたいな。で最終的にギターボリューム10にするといわゆるそのファズフェイスらしいねこうムチっとした太いサウンドが流せるということで、ギターボリュームと組み合わせることでブルースドライバー単体でももちろんねゲインコントロール歪みのコントロールはできるんですけど、プラスそこにねこのニック・ニトロのファズフェイス系のペダルを合わせることで、いろんな歪みサウンドゲイン量をコントロールできるっていう風にねしております。であと右側が、オクターブファズで、オクタビアですよね。でこれもねちょっとどんな感じの音か鳴らします。アッパーオクターブサウンドですね。で結構これ面白くて、ギターボリュームは10で弾いたんですけど、ちょっと絞って弾くとちょっとリングモジュレーター的というかねエフェクティブなサウンドも鳴らすことができます。ファズフェイスとオクタビア両方同時でも鳴らせます。ファズ踏んだ後にこのオクターブが踏んでいますね。よりこうねファズとアッパーオクターブ加わることで攻撃的なサウンドになるというか、結構ね音が前にパーン飛ぶような感じになって僕は結構好きなんですけど、でもちろんねファズ側踏んでる時だけでもギターボールに絞ればクリーンぐらいも落ちます。でここにオフしたらファズ踏みっぱなしでも、クリーンまでゲイン下げれるし、オフにしたらそのブルースドライバーだけの音になるんですけど、そこでちょっと音量差もつけれたりとかするので、このニック・ニトロっていうペダルとブルースドライバーだけで、基本の歪みサウンドは結構作れるっていう感じですね。隣にあるコーラスですね。これはアナログマンのコーラスでエレハモのスモールクローンを元に作ったペダルですね。サウンドはボスとかのコーラスとはねちょっとかかり方が違うんですよね。ちょっとあっさりしてるところはあるんですけど、綺麗になるような雰囲気になります。あとね、スピードとデプスゼロにしますとちょっとね揺れてるんですけども、そこまで大きく弦音を崩さないような使い方もできます。この使い方っていつ使うのって話なんですけど、このねアナログマンのコーラス自体がエフェクトオンにするとね位相が反転するんですよね。なので例えばこう普通に鳴らす時にこうギターアンプのスピーカーが出てる音が逆位相で鳴ってる場合はこの今の状態でアナログマンのねコーラス踏めば、一応位相合わせができるっていう使い方もできます。デプストスピードマックスにするとというね過激なサウンドも作れますけど、僕使うんやったらやっぱさっきぐらいですかね。で、お隣が MXR のフェイズ45ですね。フェイズ45はフェイズ90とかに比べるとかかりは浅いっていうかね、そんなえぐみはないんですけども、そのねちょっとこうあっさりかかってる感じが僕は結構好きで採用してます。でスピード例えばマックスにするとスピードゼロにすると
これはこれでね結構使えます。フェーズシフトサウンド、これ自体フェーザーなんでね、それはそうなんですけど、スピード下げてずっとかけっぱなしにして弾いてた時もありましたね。これも今使うんだったら大体1時ぐらいで鳴らしますけどね。でフェーズ45に関して言うと、フェーザーって基本的にエフェクトオンにするとそれこそ一層反転するんですけど、フェーズ45は反転しないっていうのがありますね。次は DL4 いこうかな。DL4 なんですけど、この今つないでる DL4 はキーリーのモディファイしたものです。キーリーモディファイの DL4 なんですけども、そのバイパス音の改善とディレイサウンドですよね。ちょっとこう音量下がったりとか引っ込まないようにしているモディファイのもので、音質面の向上をしたモデルですね。これ今 LED 消えてる時はこれ通ってないサウンドなんですけど、オンにすると鳴らせるよっていう部分なんですけど、バイパスサウンドねちょっと比べてみたいと思います。オリジナルの DL4 の場合ってちょっとね音が丸くなるというかマイルドになるというか、ちょっとなよっとするというか、そういうのちょっと出てくるのは出てくるんですよね。この辺をキーリのモディファイのものは、ほぼ変わらないというか、そういう部分がね気にならないように解消されてます。でディレイエフェクトかけた時はこの音量が下がるってことはなくて、例えばさっきずっとかけっぱなししてたダイナミックディレイのモードだと逆にちょっと音量が上がって音に張り感が出たりとかします。もう一回鳴らしますね。というのもあって僕はね、ディレイをオンにしたものが出音として好きなので、このダイナミックディレイで鳴らしてます。でこの DL4 自体なんですけども、左側のスイッチね3つでディレイサウンドをプリセットできます。一番右端のスイッチがタップスイッチとなってますね。で僕の場合一番左にずっと光ってるのがそのダイナミックディレイですね。でダイナミックディレイの場合は今もずっと弾いてたんですけども、本当にこう弾いてる時はディレイがかからずに切った時だけかかるので、それこそ踏みっぱなしで鳴らす時なんかね便利ですし、実際これがついてることによってこう音の奥行き感っていうんですかね、立体感とかも出たりするのでこう常時踏んでます。で、次のこのフットスイッチにプリセットしてるのがリバースディレイですね。で DL4 のリバースディレイが僕すごい好きで、なんかすごい不安定な感じがするというか、ただそれがねめちゃくちゃ好きですね。そのね逆再生ディレイって部分ですけど、これに対して、僕の場合やったらアッパーオクターブとかフェイザーとかねこうかけてあげたりするのが結構好きですね。すごいこう不思議なサウンドになるので楽しめます。今光ってるところがデジタルディレイですね。で DL4 のデジタルディレイモードってトレブルとベースでイコライザー調整できるのもあるんですが、クリアすぎないんですよね。ちょっとねこうやれた感じっていうんですかね、綺麗すぎないディレイサウンドですごい好きです。どんな感じかというと、という感じで、3種類のディレイですね。リバースディレイはねなかなか使う機会がなさそうな感じはするんですけども、それこそね適当に音合わせしてて遊んでる時なんかに使うとね楽しめますし、ソロとか弾く時にね使ってあげるとこの独特の世界観っていうんですかねできますんでセットしてますね。であとはねそのリバースディレイかける時なんかに関して言うと、さっき踏んだようにファズとかオクターブファズとかフェイザー揺れ物を交えてあげると結構楽しく鳴らせます。そうですね。あ
とはこれですね、この E の945のゲインブーストなんですけども、純粋に今のセッティングだと音量をちょっと上げることができますね。アンプが例えばこうクランチ歪むアンプであれば、ここのゲインっていうねつまみグッと上げてあげてねエフェクトオンにしてあげれば、もちろんそのブースターとしてアンプを歪ませることもできますし、アンプは割とこう今ほとんどクリーンのセッティングにしてるんですけども、ジャズコーラスとかだったら歪まないじゃないですか。そういう場合やったらこれでオンしてあげたら基本的にねその手前に歪みペダル踏んでたとしても音量上げることができるんで、音量調整ができます。ただゲインをゼロにしても音量はゼロにならない、無音にはならないのでボリュームカットはできないんですけども、僕が今使う上ではいろんな使い方ができるのですごくありがたいですね。一応あとねこの E945 なんですけど、真ん中のスイッチが ABなってて、こちら出力がねアウトが A とアウト B ってついてて、今 B 側は何もつないでないので、ミュートスイッチみたいになってますね。で本当はねこの B 側に、チューナーとかねつないであげればチューニングもできるので、ギター持ち替えたりとかねそういう時にこう切り替えてあげれば使うことができると。ざっと言うたらそんなとこかな、説明で言うと。であとねちょっと豆知識というか、僕が感じてることでちょっと各ペダルについて言っておくと、このまずニックニトロっていうペダルですね。この黒い筐体以外にもね黄色い分があります。でこの黒いのは、初期型のもので、その後のモデルになるとねちゃんと LED とかもついてるんで、そっちの方が使いやすかったりするんですけども、サウンドが僕はこの黒いものがよくってボードに入れてます。もともとね友達が譲ってくれたものなんですけど、その時ね黒いのと黄色い個体弾かしてもらって好きな方譲ってあげるって言われたので、この黒い初期型も入れてます。でブルースドライバーに関して言うと、一応ねこれ初年度のものなんですよね。でブルースドライバーは本当結構買って売ったりとかしてて、それこそギター始めた頃って全然使い方分かんなくて何がいいのかさっぱり分からなかったんですけど、何回か買い替えてるうちに、なんか音が好きで残してたのがこの個体やったんですよね。今でこそねなんか初年度のモデルなんかわけのわからん値段になってますけども、結果として残ってたのがその初年度の分ですかね。ただ現行品メタリックブルーみたいなやつもね数年前で出て、それも僕買ったんですけど、音は違うんですけどね、もう全然そっちでもいいかなとは思ったんですけど、2005年当時って考えると、こちらを入れてます。でアナログマンのコーラスのところなんですけども、ここはねめっちゃ悩んだんですけど、ブードゥーラボのアナログコーラスもねちょっと考えてたんですよね。このボードを組んだ時にちょうどそのブードゥーのコーラスが程度の良い中古がなかったので、このアナログマンのコーラス自体僕知ってたけど弾いたことなかったんですね。見た目もすごいかっこいいのでちょっと試しに買ってみたんですけど、ちょっと ISO は反転するとこあるけど ISO 合わせのペダル数も使えるから面白いかと思って今入れてます。でちなみにそのブードゥーの方は C2 系のペダルでして、ボスのね C2 好きなのでそっちを入れようと思ったんですけど、とりあえず現状はこのアナログマンのコーラスを入れてます。でフェイス45に関して言うと、78年製なんで、もう今で言ったらちょっとヴィンテージに片足突っ込んでるようなペダルではあるんですけど、フロールで買ったんですけどね、スイッチの調子が悪くて音が出ない時があったんですよね。でいろいろ接点復活とかやったんですけど不安定だったので、ウーマサウンドワークさんにお願いしてもう思い切ってトゥルーバイパス化しました。78年製のフェイズ90とかもそうですし、この45もそうですけど、音痩せやっぱ結構するんですよね。で僕別にそこまで嫌な痩せ方ではなかったんですけど、フットスイッチ調子悪かったから、どういう風になるかなと思ってもうスイッチ交換しつつトゥルーバイパス化してもらいました。でトゥルーバイパス化すると確かにバイパス音はすごくしっかりしてよかったんですけど、エフェクトオンオフした時のね音量差とかちょっとあったんですよね。ただ、このボード、手前にブルースドライバー、ブルースドライバーはボスのペダルってバッファーを兼ねてるじゃないですか。いわゆるバッファードペダルなんですけど、そのバッファーのおかげかこのね E の945、これもバッファー入ってるんですけど、
この辺の兼ね合いがねオンオフした時のその音量差っていうのも、結果としてね気にならなくなったので、トゥルーバイパスするとやっぱちょっとそういう弊害というかねやっぱ出てくるなってこともちょっと勉強させてもらいました。で、DL4 がこの E945 のセンドリターンに入っているんですけど、これもね現状キーリーの分だったら直列でつないでも全然問題はないんですよ。で実はこのセンドリターンに DL4 を入れてる理由がもともと普通の DL4 をつないでたんですね。でそれがちょっとフットスイッチの調子悪くなっちゃって、それこそ切り替えがねできない時があったりしたんで、キーリーの DL4を入れました。でキーリーの DL4 のモディファイ自体が調べてたらね2005年ぐらいだったんですよ本当に。なのでこれが仮に2003年ボードとかだったらこのキーリーの分は入れれてないっていう部分があるので、本当に2005年って設定してよかったなとは思いますね。あと DL4 は、このロゴがこれエンボスっていうんかな、エンボスロゴっていうんかなと、パネル式のロゴのものがあって、前期後期みたいな風にねざっくり分けることができるんですが、僕はねこのロゴの DL4 の方が好きです。僕の感覚で言うとこのロゴの DL4 の方がそのデジタルディレイとはいえ、良い意味でちょっとこうアナログっぽいっていうか、ちょっと音が柔らかい感じというかいうのがあって、でこのプリセットしてる3つのモードに関して言っても、このロゴのものの音色が好きだったので入れてますね。もう一つのパネルみたいな方はね音クリアで、でももう完全好みで言うとこのロゴのものということで入れてます。キーリーの DL4 のモディファイも前期後期の分両方試したんですよ。でそれも結果としてやっぱこのロゴのものが良かったのでこのロゴのキーリーモディファイのものを入れてます。人によっては変わらんっていう人もいるかもしれないですけど、僕の中で響いてる音の感じで言うと、この時期のものがやっぱ好きだなっていうのは分かりましたね。あとね電源ですね。電源が、今これブードゥーラボのペダルパワー2プラス使ってます。でこれもね2プラスっていうのがいわゆるその供給できる電流量がちょっと増えたんですよね。それこそ LINE6 のこのストーンボックスシリーズだったかな、動かせる電源がそのブードやったんですよ。だからそれが2プラスになってできるようになったんですけど、これも調べた情報で言うと、2005年ぐらいだったっぽいんですよね。電源っていうのはやっぱ僕すごく大事だと思ってるんですけども、このブードゥの分がちゃんとこのボードを動かせる電源が出たのも2005年ぐらいっていうふうに考えると、そのね2005年という年がねなんか境目になってるというか、変換期って言っていいんかなっていう年だったんだなって思いましたね。で DC ケーブル自体は、普通にねブードゥラボのパワーサプライの純正のケーブルを使ってます。でパッチケーブルはこれ今スイッチクラフトのジャックとベルデンの9778ですね。これは友達がねもう使わんからあげるって言ってねもらったんですけど、で使わずに持ってたんですけどね。で当時パッチケーブルで言うといろいろあったと思うんですけど、記憶にあるのがカナレとかね、あとジョージ・エルスですね。ソルダーレスの走りといいますか、結構ジョージ・エルス使ってた人いるんじゃないかなと思いますけど、僕もジョージ・エルスのパッチケーブルは好きで使ってたんですが、メンテというかちゃんとこう緩まないかとかいろいろチェックしてないと断線っていうんですかね、音が出なくなる時あるんですよね。そういうのちょっと嫌なので、今回はこのベルデンの9778とスイッチクラフトのものですね対応してます。耐久性とかを考えるとこれで良かったなと思ってますね。これ組み上がって音満足してるんですけども、じゃあ2010年ぐらいに組んだらどんなボードになるかなってねまた考えてみたんですよ。このままやなと思ったんですよね。なんか入れ替わるものが逆に今いろいろこう引いてきた中で置き換わるかっていうとねあんまなかったんですよね。歪みとかもちろんね、他にもいろいろ出てきてて好きなものもあるんですけども、結果としてこのまま変わらんかなっていうのはありますよね。ブルースドライバーのところがそれこそ OCD とかねフルトーンの考えたんですけど、使い勝手とかねいろいろもろもろ考えるとなかなか変わるものはなかったですね。という感じで今回は、2005年にねボードを組んだら、タイムスリップしたらみたいな感覚で僕その時組んでたんですけどボード紹介しました。本当ね古いペダルでもね今でも全然使えるものってありますし、もしね知らないっていう方であればねやっぱり当時もあって今でも使われているペダルっていうのはねやっぱ一度は弾いてほしいなと思いますね。それだけ使われ続けてるというか、そういうのにねやっぱり意味があるっていうのも思ってますんで、見かけたらね弾いてもらえるとハマるサウンドが鳴らせるかもしれないんでぜひ試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた。